こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Google コラボラトリで Python 入門第3回。プリント関数の書式設定についてお送りします。プリント関数で書式設定する場合、%演算子を使って書式を設定することができます。例えば4行の The number is の後に、%d と書けばこの部分に後で指定した整数10を文字列として埋め込むことができます。不動小数点の場合には、7行目の %f のように書けば、こちらの%の後に書いた数値が、この部分に表示されます。結果は、こちらの下のように is の後に 3.140000 のように結果が表示されます。また文字列を埋め込むには、10行目のように %s を使用します。するとこちらの%の後に書いたアリスの文字が %s の部分に埋め込まれます。%演算子の他の書式としては、2行目のように %x と書いた場合、指定した数値が16進数に変換されて表示されます。結果がこちらのように、255が ff のように表示されます。8進数の場合は、%を使います。4行目の例です。10を8進数として表示します。また複数のパラメータを使用した場合は、タップルを使用します。Python でタプルを作成するには、複数の値をカンマで区切り、その全体を丸括弧で囲みます。7行のようにこちらの is の後では %s を使用し、こちらのタプル内のボブを埋め込み、また I am の後の %d はこちらの数値25をここに埋め込みます。このように複数のパラメータを使用する場合は、%の後に括弧を書きこの中にデータをカンマで区切って並べていきます。このようなデータ形式のことをタプルと言います。この実行結果がこちらです。また%を表示したい場合の表記方法が10行目となります。%d%% のように書いた場合、データ50を整数値50の次に%をつけて出力する形となります。出力書式としてフォーマットメソッドも使うことができます。これは Python 2.6 より使用できる機能です。基本的な使い方について見ていきましょう。変数ネームにアリスを英字に30を設定します。そして4行目のプリント関数で文字列の中に、はじめ中括弧終わり中括弧を入れます。この部分に後で設定したフォーマットメソッド内の変数を入れていくことになります。フォーマットメソッドの中で指定した順番で、データははじめ中括弧終わり中括弧の中に埋め込まれます。結果は、このように is の後に name I am の後に英字の変数の内容が埋め込まれこのように表示されます。またフォーマットメソッドでは順番を入れ替えて表示することもできます。こちらの例では、フォーマットメソッドの1番目の要素を要素番号0とし、2番目の要素を要素番号1としてはじめ中括弧終わり中括弧の中に埋め込むことができます。この例では、My name is の後のはじめ中括弧終わり中括弧は0番目の要素を参照し、I am の後のはじめ中括弧終わり中括弧は1番目の要素を参照しています。また、hold の後のはじめ中括弧終わり中括弧は再び0番目の要素を参照しています。フォーマットメソッドでは、キーワード引数を指定して値を代入することもできます。この例では、はじめ中括弧終わり中括弧の中に変数名を入れています。またフォーマットメソッドの中で変数を指定することもできます。このようにして使用すると、はじめ中括弧終わり中括弧の中で指定した変数の内容が文字列に変換され埋め込まれて表示されます。次に数値のフォーマット例を見ていきましょう。このプログラム例では、数 π イコール 3.14159265359 と入力しています。そして3行目のプリント関数ではじめ中括弧、点 2f 終わり中括弧と書き、フォーマットに π を指定すると、π の内容を小数点以下2桁に変換して表示する書式となります。これを実行すると、このように小数点以下2桁の数値として表示されます。次に8桁の幅を確保して小数点以下2桁まで表示し空き部分は、ロで埋める書式について紹介します。5行目のはじめ中括弧終わり中括弧の中は 08.2f と書きます。2f は小数点以下2桁までの表示で、08は全体が8桁で空白部分を0で埋めるという意味になります。
これを表示すると下の2番目の出力例です。先頭部分が0で埋めた後小数点以下2桁の表示となっています。次に8桁の幅を確保して小数点2桁まで表示して、空白はスペースで埋める場合の書式が8行目のプリント関数です。この場合の書式は 8.2f と書きます。するとこのように先頭部分が空白で、あと 3.14 のような小数点以下2桁の数値となります。次は整数のフォーマットについて見ていきましょう。2行目で num に 12,345 という数字を入れます。それを実進数で表示する場合には、はじめ中括弧終わり中括弧の中にコロン D と入れます。すると1番目の出力例のようになります。次に、これを16進数で表示する場合は、はじめ中括弧終わり中括弧内はコロン X とします。すると2番目の出力例のように16進数で表示されます。また8進数で表示したい場合は、はじめ中括弧終わり中括弧の中はコロン O を入れます。そして2進数で表示したい場合は、はじめ中括弧終わり中括弧内はコロン B となります。こちらが出力となります。次に文字列のフォーマット例について見ていきましょう。変数ストリングにハローの文字を入れます。そしてこの文字を桁数指定なしで出力するのが3行目の例となります。ここでははじめ中括弧終わり中括弧内はコロン S と書きます。また全体を10桁として右揃えにしたい場合には、4行目のようにはじめ中括弧終わり中括弧内はコロン大なり10のように書きます。また反対に左揃え10桁の場合は、はじめ中括弧コロン小なり10終わり中括弧のように書きます。そして中央揃えで10桁表示にしたい場合は、はじめ中括弧コロンキャレット10終わり中括弧のように書きます。整数の桁数と表示位置についても見ていきましょう。この例では、2行目で変数 A に整数12億3456万7890を設定しています。次にこの変数 A の内容を桁数指定なしで出力するプリント関数が3行目となります。この結果は、出力1のように整数 A の桁数に合わせた文字列変換が行われ、このように表示されます。それに対して4行目では、全体で12桁右揃えの表示を行う書式となっています。ここでははじめ中括弧終わり中括弧内はコロン大なり12としています。これを実行したのが出力2となります。このように右揃えで表示できます。左揃えにしたい場合には、5行のように小なりを使用してコロン小なり12のように書きます。また中央揃えの場合は、9行のようにはじめ中括弧終わり中括弧内はコロンキャレット12のように書くと、出力4のように表示されます。また3桁区切りで表示したい場合は、はじめ中括弧終わり中括弧内はコロンカンマと書きます。するとこのように出力後のように3桁区切りで表示することができます。Python の 3.6 以降の機能として fstrings を使用して書式を設定することができます。fstrings を使用するとフォーマットメソッドより簡潔で可読性の高いプログラムを作ることができます。こちらの例を見ていきましょう。変数ネームにチャーリーを入れ、エイジに40を入れた後に、fstrings を使用して出力する例を示しています。プリント関数の中で小文字の F を書き続いて文字列を指定します。そしてフォーマット関数と同様にはじめ中括弧終わり中括弧を書きますが、ここでは直接はじめ中括弧終わり中括弧の中に変数名を設定します。5行のようにはじめ中括弧終わり中括弧の中にネーム、エイジを入れると、出力1のように、この部分が変数の内容が文字列に変換され埋め込まれます。次に8行目を見ていきましょう。この場合は、はじめ中括弧終わり中括弧内に変数 π を書き、続けて、コロン 2f と書けば小数点2桁で変数 π の内容を埋め込むことができます。この出力結果が出力2のようになります。また式を直接埋め込むことができます。11行目の例では、1プラス2という数式を入れています。この結果3が文字列に変換され、出力3のように表示されます。